はい、それでは2ヶ月間の成長の様子をナレーション付きでご紹介していきたいと思います。前回の動画でですね、低い声より地の声の方がいいというコメントをいただきまして、今回は地の声でいこうと思います。で、まずこれが今回のデスメタルチャレンジ初日の状態なんですけども、超遅いテンポ80から始めました。で、もともとドラムチャレンジ1年目の時にツインペダル練習した経験があるんですけども、あれから2年くらい経ちまして、ツインペダルの感覚をかなり忘れてしまっている状態ですね。なのでリハビリしていく気持ちで、まずはゆっくりのテンポから始めたんですけど、このテンポ80でも映像の通りですね、すごいガタガタしてて汚い音になっちゃってますし、ぎこちないですよね。コントロールが全然できてなくて、とりあえず両足踏み踏みしているだけっていう状態です。で、今こんな状態なのかやべえなと思いながら始まりました。で、これが1週間後なんですけど、毎日少しずつテンポ上げていってテンポ100になった状態ですね。で、練習メニューは基本的に片足ずつで踏んでって最後に両足オルタネイトで踏むっていうのを繰り返すっていうのをやってました。この練習の仕方はこの初期の状態と2ヶ月経った今でも変わっていなくて、多分これからもずっとこの状態で練習していくんだろうなというところです。で、まだ曲で使うにはテンポ100だとスピードが足りないことがほとんどだと思うので、まだまだこれじゃダメだっていうところです。はい。で、これが、2週間後ですね。テンポ115まで来ましたと。で、この時はこのテンポ115でコントロールの限界って感じでして、これ以上は無理やり上げちゃってる感が出るというか、コントロールできてないんだけどなんとなくテンポが合っているだけという状態になっちゃう感じでした。で、両師匠からはできるテンポで焦らず確実に力を高めていくように教わってたんで、コントロールできる限界のテンポでもう毎日コツコツと取り組んで今この状態になったっていうところですね。はい。で、これが3週間後なんですけども、テンポ120まで攻めたんですが、ここら辺で足の感覚がわからなくなってしまったっていうところですね。実はこの時、ペダルを激安ペダルのプレーテックからタマのアイアンコブラっていうペダルに変えたところでして、ペダルを変えたことでちょっと感覚の変化もあったんだと思います。で、それを両師匠に相談したら、じゃあテンポ80からもう一回やり直していきましょうという話になりまして、ここまで進んだんですけど一旦振り出しに戻ることにしました。テンポ80からやり直して今テンポ105まで上げたとこです。で、ここら辺からちょっとコントロールが悪くなってくるなって感じてて、ここでじっくり今ちょっと取り組んでるとこです。やってみます。はい、今話してた通りなんですけども、1ヶ月目最終日、テンポ80からやり直して、テンポ105まで復活したとこです。で、すぐテンポ115くらいまで戻るかなと思ってたんですけど、テンポ105で足の制御がすごい悪くなってくるというか、神経が繋がってない感がそこで出てくるっていうのが分かってきまして、ここで一旦止めて、じっくり足の神経をつないで、構築していくっていうイメージで練習してました。で、早く成長したいなと思ってたんですけど、両師匠からはもう最初のその足の神経通ってない感は僕もそうでしたっていう話も聞いてたので、焦らず取り組んでいこうと考えてましたね。はい。で、これが2ヶ月目の1週間目なんですけども、ここで少し壁を突破した感がありまして、テンポ125までグッと上がりました。なんか足を全然制御できてなかったんですけど、一気にコントロールしやすくなってきて、少し神経がつながったのかなっていうところでした。で、コントロールできるようになれば当然イメージ通りに踏んでいけるので、自分のイメージ通りに足を動かせるようになるまで毎日神経をつないでいく作業が最初は大変なんだなと思いましたね。一旦結構つながってくればこれぐらいのテンポまではもう大丈夫になってくるなという感想です。はい。そしてさらに翌週なんですけども、ここでテンポ135になりまして順調に伸びた感じですね。で、足の練習の時に手を何してるか撮影してなかったなと思いまして2画面にしました。で、こんな感じでライドを叩きながら練習してます。で、足だけ練習するのと手をつけて練習するのって結構感覚が違くて、両師匠から教わった練習メニューは最初から手がついてました。で、結局手をつけて使っていくシーンがほとんどだと思うんで、手もつけて練習していった方が良さそうだなと僕も感じてます。テンポ140でやります。で、左足まだ神経つながってない感がずっとありまして、なぜか両足の方が楽っていうか、片足で連打する時の方がなんかすごい苦しんだりとかします。やってみます。はい。2ヶ月目の3週目なんですけども、今話してた通り左足の神経がつながってない感をすごく感じてました。で、右足だけなら簡単に踏めるんですけど、左足だけで踏む時になかなか言うことを聞いてくれなくてガタガタ崩れてしまう瞬間が多々あったんですね。でもなぜか両足なら踏めるっていう状態になっていて、右足につられるようにして動かせばなんとかコントロールできるけど、単体だと実は制御しきれないっていう状態なんだと思います。でもこれはこの時だけじゃなくてずっとそうでした。テンポ125の時も135の時も左足次第で限界が決まっていたというか、左足が対応できるところまでが自分のできるテンポっていう感じになってたので、左足の感覚をコツコツ
育てていくことが鍵だなと思ってましたし、両師匠もそれは同じで左足の練習だけ倍量やったりしてたそうです。で今ツインペダル踏みながら手のフレーズを変えていってるんですけど、実はこれ最初に教わってたやつで、このジャンルで使うことが多い大体のパターンをツインペダル踏みながら習得しちゃおうっていう欲張り基本練習なんだそうです。でただ当然大変なので、今はまだ手の方は変化させなくても OK って途中から言われてたんですけども、やってみたくてやったところがこれですね。で手のパターンが変わるといろいろ感覚が変わるんで、やっぱり難しいです。苦戦してます。はい。で、これが2ヶ月目最終日なんですけども、ちょっと無理やりテンポ145でやってみた様子です。まだ左足が140くらいまでしか制御しきれない感じでして、145でワタワタするっていうところに今いますね。なので映像の通り、左のみで踏んでいる時の足の様子がかなりカチコチしているのが伝わるかと思います。で偶然なんですけど、今使っている電子ドラム ATV の EXS5 の中にテンポ145のメタル音源が入っていたので、ちょっと合わせて踏んでみました。で一応両足ならこのように145に合わせられる状態になったんですけど、ガタガタしてますし、気持ちいい感じではまだまだないと思うんですよね。あと中持ちしないので、ある程度踏み続けると左足から体力が切れていきます。もう映像ですでに体力切れてきてますね。ビーターを見ても右の方がちゃんと触れてて、左足のビーターの動きがおかしいのが伝わるかと思います。まだまだ楽に長時間踏めるほどの力がついていないのが分かりますね。で土間両師匠からは成長が早いと言ってもらえたんですが、ドラム歴1年目に練習した時期があるので、完全に未経験スタートだともっと苦戦したのは間違いないです。でそれぐらいツインペダルどこどこは難しいってことですね。で両師匠からは最初からとにかく量で解決ですっていう風に教わってまして、特にコツを教わったわけではなく、今の僕の段階ならこんな練習メニューをやったらいいっていうのを逐一提案してもらった感じです。で一旦テンポを落としたりするのも、自分一人だと判断が難しいんで、やっぱり指導してくださる方がいるっていうのは本当にありがたいなと思いました。でツインペダルの練習は量で解決する部分がほとんどらしいので、とにかく踏みまくるように教わった感じですね。というわけでこの動画を見られた方でツインペダルを始めたいと思っている方はもうぜひ一緒に踏みまくりましょう。そして最後に両師匠がテンポ145で踏んでいる様子になります。部屋の雰囲気が印象的なのはさておきまして、僕と比べて全くぎこちなさがないのが伝わりますよね。で当然ながらもっともっと速く踏めるので余裕を感じまくります。で左足の様子もこの通り僕のようなガタつきはありませんと。ただ映像のガタつきはすごいです。というわけで今回は以上なんですが、来月はまた手の成長の様子をお見せしたいと思います。手は前回テンポ240までやったところをお見せしたんですけども、あれからさらに速くなっているのと、あと新メニューも加わっているので楽しみにしてもらえたらと思います。それではまた来月まで頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。